盆栽からしたらもったいない松盆栽生産日本一の高松の盆栽園北谷養蚕4代目北谷隆一です。今回のテーマは鉢の豆知識ということでご説明しようと思います。盆栽には絶対に植木鉢欠かせないものなんですけども、いざ今盆栽始めた方となると、その鉢がどこで売ってるのか、どういうもんがええんか、どうしたらええんかってもう全然多分わからないと思うんですね。で最初ここだけちょっと知識として持っていただいておったら、後で鉢に対してちょっとスムーズにいくんじゃないかなというのを今日ご説明していきます。では早速ちょっとホワイトボードにまとめてみましたんで、それを順を追って鉢の豆知識ということで、鉢はここで買えますよという、それとじゃあ鉢どんなのがいいですかという話になった時に、一つだけの穴の鉢はちょっと使いにくいという、どう使いにくいかをまた後で説明いたします。あと鉢にこれを塗ると見違えますよと。鉢もねやっぱいろいろ泥で汚れたり雨で汚れたりいろいろ汚れがあるんで、それをきれいにするだけでかなり見違えますよという、そういうご説明順を追っていきますけど、まず最初ここで買えますよという話なんですけども、これネットで当然ねもう何でも売ってる時代なんで、植木鉢もネットで結構買えます。で選びやすさもかなりあると思います。だから最近で言うとなかなかね盆栽園さん巡るっていうのは大変なんで、ネットで買うのが一番簡単なのかなと。であとは盆栽の雑誌なんかでね鉢売ってる雑誌なんかもあるんで、そういうあたりで買われるのもいいかなと。近代盆栽さんとかね結構植木鉢売ってらしたりしますね。あとはやっぱ各盆栽園植木鉢が当然たくさん必要なんです。植え替えする時にやっぱ何種類か、その木に対して何種類か候補があって、どれを選んで植え替えようかってなった時にやっぱ鉢の数がいるんで、やっぱ盆栽さんは鉢はもう当然持ってます。で結構ネットなんかだったらオーソドックスなというか、有名どころの鉢が売ってる感じで、珍しい売ってる方もおりますけど、ネットの歴史的に浅いんで、すごい昔のなんだろう、もう今日本でも廃業されてるような植木鉢の会社なんかの鉢みたいなのはそうはないと思います。その点各盆栽園さん、歴史のある盆栽園なんかだったら、うちでももう大方やりだして初代からでいうと100年ぐらい経つんですけども、初代や祖父、初代の時代からの鉢はもうなかなかないですけども、祖父の時代から結構溜め込んだのがね棚場の下とか結構あるんですね。で中国鉢なんかも品のええものなんかをわざわざ、さっき名前出したんですけど近代盆栽さんにちょっと卸売りで譲ってもらったりすることもあったりで、結構いろんな種類がそうですね、特にすごい鉢の種類ある盆栽園さんもちょこちょこおられます。自分で使うものを主に自分で集めて蓄えてる盆栽園さんもあれば、売るための鉢を集められて置いてある盆栽園さんもありますね。だからそういうとこ回った方が意外と掘り出し物もあったりみたいな。だからどこで買えばいいかわからん方は盆栽園さん巡るとちょっと大変な時もあるかもわからんですけど、盆栽園さん巡るか、ネットで気に入ったのを買うか、雑誌なんかでも同じような買い方でね。ただ買う時にちょっと気をつけとった方がいいのは、こういうのをこの鉢が好きで買いますっていうんだったら何でもいいんですけど、今自分の持ってる木を植え替えたいと、それに対してどういう鉢を選ぶかってなった時は、一サイズだけだとそれが何でしょうかね、見当違いでサイズが全然違う場合もあったりするんで、だいたい鉢これぐらいに終わるだろうと思っても、その前後のサイズ3種類ぐらいまとめて手に入れられてる方が、植え替える時にスムーズに流れるかなと。いざ根を掘って思ったより
木が大きくてね、根っこが大きくてこの鉢に入ると思ってたのが入らないみたいな、もう木掘ってからだとね、もう元の鉢に戻すしかなくなるんで、ある程度準備はされとった方がいいと思います。はい、あとこのじゃあどんな鉢を選ぶかという話の時に、この一つ穴がね使いにくいという話になる。これちょっと実践していくんですけども、で一つ穴の鉢ってどうなのかというと、こういう鉢見えますかね。鉢の中穴が1個しかない。こういうのも綺麗な鉢なんですけど、これもう本当にね一つの穴だと本当使いにくいんですね。でなんでか言いますと、鉢ってこうやって網を止めるんです。ここから砂がこぼれないように、こんな感じ。中はこれで、裏はこの針金で止めてるんですね。だったらもう鉢がこの網が落ちてこないと。でこういうの、この鉢でいうと一つの穴の横に細い針金があります。でこの細い針金の中に針金を通して木を止めると。ちょっとお伝えし忘れたかもわからないです。この一つの穴も網だけ止める分には全然問題ないんです。このようにね、網だけ止める分には問題ないんですけども、やっぱその網だけ止めて上に用土を入れて木を置いてまた用土を入れるっていうだけだと、ちょんと押したらもうすぐ木がポロンと飛び出てしまいます。だからこういう穴を使って、でも鉢の穴をね通したとして、これちょっと長すぎる針金ですけど、これでこう木と鉢を結んでぐるぐるっと結んで止めるっていう作業が大事なんですけども、それをするのにこの一つしかない穴の場合がすごく難しいんです。とはいえ解決策がないことはないんですけども、結構苦肉の策というかね、もうしゃあなしでやるような策なんです。ちょっとやってみますね。こういう網を大体のでサイズを、この鉢の穴がね隠れるぐらいで、普通だとこの内側に、鉢の内側に網を引くんですけども、一つ穴の場合はこれをですね、これ針金の、木を留める用の針金の説明として使うんですけども、こう外側に網を持ってきます。でだいたいちょっと穴のサイズぐらいにこんな感じに、わかるかな、曲げて、で外から通す。これでこういう状態で、これで木をこう結えてやると木が固定するんですがこれ網の力だけでこう木を止めに行くんで、あんまり無理やりやるとなんていうの、ちょっと無理やりしてみましょうか。網の力だけなんでもっとねグッとねこの中に網が引っ張られてしまうんで、これ小さい木だったらギリ、小さい鉢か、ギリギリいけるゲートで、これがね同じ一つ穴でもこんなでかい鉢になると、もう網の例えば、こうやって同じようにしてもう本当にもうグッとねこんな感じに押しやられてしまうんです。ちょっと試しにやってみましょうかね。こんな短い針金じゃダメなんですけども、参考にということで、こうやると思いっきり木を止めようとするとギュッとね、もうここが網が破れたりとか、中に引き込まれたりとかこうなります。ここまでのでかいサイズになると、そういう場合はこういうなんかその添え木みたいなのにぐるぐるして
こうやってするとまだねその網の力じゃなくてこの添え木のね力でいくんでまあ引っ張っても大丈夫と。この小さい鉢でも例えばこれ銅線の切れ端なんですけどもこれでこの同じ要領でねやっても大丈夫です。でもこういう鉢ってね結構足が薄かったりするんでこういうのをこれと同じようにするとカタカタなるんですね。だから網の力で上が木が小さい分いけるかなっていう使い方かカタカタならんようだったらこういうのでねぐるぐる巻いてこれを添え木にして使うかなと。どちらにしてもねややこしいんですよ。なかなか面倒というかね一手間いるというかそれこそこれなんか2つ穴なんですけどこんなんだったらもうこれいらないかこう網があると想定しましてこれでこうやったらもう鉢のねここの硬いんで支点になるんで木も弱いやすいと。もう2つ穴以上あるともうめちゃくちゃ簡単なんですね。だからこういう方法でどうにか解決はできますけども初心者の間ちょっと植え替えが不慣れな間はあんまり1つ穴はおすすめできないかなと。手間ですね。はい。で慣れりゃうまいこと針金の太さとかもすぐ判断できるんですけど慣れないうちはちょっと難しいかなと思います。はい、できれば2つ穴以上のものを手に入れられた方がとは思います。で最後これを塗ると見違えるということなんですけども今この鉢ここ置いてるんですけど結構汚れてます。はい、これをこういうねエアブラってちょっとうちだいぶ使ってないんでかなり古ぼけてきましたけどこれ盆栽に塗る用の油なんですね。あとこのベビーオイルみたいなとこれちょっとお皿に入れとんですけど中これサラダ油入れてます。結局共通したのは油なんですけど油的なものを塗ればきれいにはなります。でその中でどれがどういいかなみたいな。で塗る時はねこれスポンジの使い古しみたいな雑巾みたいなんだとこう塗った時に雑巾の繊維が残って結構きれいにならないんですね。でそういう時はスポンジの方がおすすめです。もしくはこれうちが使ってるのこういうね座椅子の壊れたんのクッション部分を抜き取ってこれをこうやってね塗りやすいサイズに切り取ってねもう本当にもうスポンジ的なものだったら結構塗りやすいんでこうね廃材流何でもええんです。スポンジだったらねでこんな感じで、ちょっと3つあるんで3つ分作ってみますけどこんなことをしてる盆栽屋さんおるかなっていうあったから使ってる感じでね道具もねカッコつけた方がええ場合もあるんでしょうけどこういうのは外に見えないような、道具にもなるようなもんでないんで、せっかくなんでねあんま経費無理にかけんでもいいかなと。はい、そういうことこの盆栽用の油昔これだけ使ってたんですけどもいいはいいんです。こういうねすごくほんで、ちょっと黄色っぽい、なかなか今ちょっとこぼれちゃうんであれですけど、匂いがなかなかね個性的で結構ちょっと臭いです。はい、これは例えばこういうちょっとだけね、お皿に出すでもいいんです。ちょっとだけつけてこう塗ると。
こんな感じに。で塗る前はこんな感じ。塗るとこうだいぶこれするだけでも結構綺麗になりますよね。はい。せっかくなんでこれベビーオイルもやってみます。ベビーオイルこういう形状なんで結構使いやすいです。で安いですね。この子結構高いです。ベビーオイルもこんな感じ、はい、ちょっとこれつけすぎちゃいましたけど、まあ時間が経てばまたそれなりになります。こっちで塗ってもこっちのさっきのこれで塗ってもあんまり変わらないです。で変わるのはこの盆栽用のよりかはこういうベビーオイルの方が結構安くて、でもともとベビーオイルって名前のごとくね赤ちゃんに使えるようなもんなんで、手にも優しいというか、で無香料の買えば匂いもしないっていう、なんでこれ結構使いやすいですね。あと油といえばね、ご家庭にあるんだったらサラダ油これ入ってますけど、これ僕使ったことはないんですけどどうなるかな。匂いつけすぎ、匂いはちょっとこの子に似てますで塗っても塗りすぎ、仕上がり自体はやっぱり変わらないというか、どれも油なんで、結局塗り比べてはみましたけど、特に伸びもあんまり変わらずにどれでもいいのかなと。ただちょっとやっぱこの2つは匂いがありますね。なんで僕はちょっとこの会社名はあれかな、ベビーオイルこんな感じのやつ、これを常に使ってます。結構、使いやすいかなという。はい、これねもう本当にちょっと塗るだけで全然変わってきますんで、お手持ちの盆栽をこう綺麗だなって眺める時でもちょっとこれを薄くね、あんま塗りすぎたらもうベタベタになるんで、量は気をつけながら塗ってもらったらより、写真撮るのにしても結構いいですね。だから盆栽の展示会なんかの時でも多分皆さんどれか油っぽいもの何かは塗ってらっしゃるとは思います。盆栽の植木鉢どこで買えるという話の中で盆栽でも買えると言ったんですけども、ちなみにうちのね植木鉢こんな感じでねちょっとごちゃごちゃっと置いてますけど、これ一部分ですけどもこれぐらいはもう軽くあります。あと棚場の下なんかにも盆栽棚の下にもスペースがあるんで、そこにいっぱい詰め込んでたりするんで、多分数的に言うたら何千鉢とかぐらいはうちだけでも軽くあるんでないかなと。もう大小いろいろあって、はい、だから他の盆栽屋さんも多分結構皆さん持ってると思うんで、植木鉢どっかで欲しいな思ったらネットもいいんですけど、こういうね盆栽屋さんのとこで選ぶのも面白いかなとは思います。今日鉢の豆知識ということで、本当に些細なあたりの話ではあるんですけど3つ用意しました。でどこで買えるかと、その中で1つ穴がちょっと使いにくいですよという。でこれを塗ると見違えるというのは油気のあるもののどれか、僕のおすすめはベビーオイルですよというお話をさせていただきました。はい。では本日は以上です。盆栽からしたらもったいない高松の盆栽北谷寄せ4代目北谷隆一でした。チャンネル登録よろしくお願いします。